こんにちは。理事長です。今回紹介する作品はこちら。菊池秀幸さんの書いた養親グルメです。この作品はですね、1984年6月に初版となっていますので、これも40年近く前の作品になっています。私が持っているこの本はですね、ソノラマ文庫という朝日ソノラマ社という会社で出していたものですけれども、この会社はですね、2007年に会社を清算してしまっていてですね、今はもうないんですけれども、この作品自体はですね、今はソード社という別の会社から出している、クトゥールミトスファイルズというシリーズの中で読むことができるようになっています。作品はですね、先ほども紹介したように、菊池秀幸さんという作家が書いている作品ですけれども、菊池秀幸さんもですね、たくさんのクトゥール作品を書いています。この作品はですね、ある意味パロディですね、クトゥール神話のパロディみたいな感じになっていて、正統派の、作品かどうかっていうのはちょっと意見がいろいろとあると思うんですけれども、簡単なあらすじを言うとですね、クトゥール神話で出てくる、クトゥールという邪神ですね。この、邪神の復活をテーマにしている作品というのはたくさんあるんですけれども、その復活を前にしてですね、そのクトゥールがですね、非常に飢えていて、空腹でですね、このままではですね、星の位置が定まっても、クトゥール自体の復活が危ぶまれるということで、そのクトゥールに仕えるしもべたちですね、クトゥールの信者たちは非常に焦ったわけですね。で、その空腹を満たすために彼らがですね、クトゥールの信者が目をつけたのが、若き天才料理人である、この物語の主人公、苗原不手夫という料理人ですね。若いというか、まだ高校生なんですけれども、その、苗原不手夫の作り出す、料理に目をつけたわけです。で、その、苗原不手夫っていうのはですね、普通の料理人ではなくてですね、イカモノ料理という、ゲテモノ料理ですね。その料理の天才なんですね。で、ハエだとか、生ゴミですとか、そういったですね、腐りかけの野菜くずとかですね、そういった様々な普通では食べないような、そういった材料からですね、至高の美味ですね、非常に美味しい、料理を作り出す、そういった天才料理人なんですね。それが、この物語の主人公になっています。で、そのアイデア自体がですね、非常にぶっ飛んだアイデアなんですけれども、この作品の中ではですね、クトゥールが空腹で動けないっていうのと、その至高の料理を作り出す、天才料理人との、絡みというのがですね、そのアイデアが非常にうまく活かされている作品になっています。で、この物語の中でもですね、その主人公以外にも、いろいろな登場人物が出てくるわけですけれども、アーミティッチ博士ですとか、マーシュですとか、アルハズレットといったですね、クトゥール神話に、造形の深い、クトゥール神話ファンにはですね、おなじみの、名前というのがですね、次々と出てくる、そういった作品になっています。はい。その他にもですね、これはクトゥール神話に限らないんですけれども、現実の、出来事、現実の事件なんかもですね、随所随所に結構取り込まれていて、そのあたりもですね、知らなければ知らないで楽しめる作品ではあるんですけれども、知ってると、より一層楽しめたりするわけですね。私も先日読み返してみて、気づいた部分としてはですね、クトゥールがですね、復活の時にいろいろな影響を及ぼすっていうのが、
本家であるですね、ラブクラフトのクトゥルシーマ、クトゥルシーマといいますか、クトゥルの呼び声ですね。その中でも出てくるわけですけれども、この作品の中ではですね、サムの息子っていうような、そういった記述なんかがあるわけですね。私、高校生の時にこれ読んだ時にはですね、そんな、サムの息子なんて多分全然知らなかったんですけども、デビッド・バゴイッツという、連続殺人鬼ですね。そういった事件ですね。サムの息子法なんていう言葉で知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、そういった事件なんかもですね、ポロッと入り込んだりしていてですね、そういったようなこともですね、知っていると、結構楽しめるんじゃないかなと。そういったような、作品になっています。またですね、先ほど登場人物のお話をしましたけれども、当然それだけではなくて、この作品単独でも非常に楽しめる作品になっていまして、クトゥル神話のファンには、これまたおなじみですけども、ダゴンという、クトゥルの神が出てくるわけですけども、ダゴン対ですね、この作品の中に出てくる、人間側ですね、人間側の原子力空母の戦いのシーンだったり、あるいはですね、クトゥルとか、ヨグソトトって出てますけれども、このヨグソトトとか、あるいは人間側のですね、CIA ですとか、そういった様々な、登場人物といいますか、登場する神様ですとか団体ですとか、そういったもののですね、戦いっていうのが非常に面白く読める作品になっています。ところでですね、ちょっとこれは余談ではあるんですけれども、主人公であるナイバラ・フテオですね、この主人公の名前っていうのは、ナイアル・ラトホテップから取ってるようですね。作者のですね、菊池秀幸さんと、これまたクトゥル神話ファンとして有名な俳優の佐野史郎さんとの対話の中で、作者の菊池秀幸さんが言ってるんですけれども、ナイアル・ラトホテップの、ナイアルっていうのと、それがナイバラですね。で、ホテップっていうのを、逆から読むと不定法になって、それが不定法になっているというような、そういった余談があったりします。そういったこともですね、知ってると、ちょっとネタとして、いいんじゃないかなというふうに思います。菊池秀幸さんはですね、先ほども言ったようにですね、これ以外にもたくさんのクトゥル神話作品書いてますけども、その他にもですね、イグとかですね、そういった作品なんかが有名ですので、また機会があったら、ぜひとも、紹介したいなというふうに思っています。先ほどですね、ちょっとお見せした、この、養親グルメの文庫版のですね、そのラマ文庫版の表紙なんですけども、これもですね、他の作品にも書いている、天野義隆さんが、このそのラマ文庫版では、表紙ですとか、あるいは、挿絵なんかを書いている、そういったイラストレーターさんになっています。今のソード社版では別の方が、イラストを描いているようですけども、天野義隆さんが好きな方は、この文庫版ですね、朝日ソノラマで出している、ソノラマ文庫版を、古本屋さんとかで、探してみるといいかもしれません。はい。それではですね、今回の、紹介、養親グルメについては、この辺りで、終わりにしたいと思います。また次の解説をぜひともご覧になっていただければというふうに思います。